皆さんこんにちは、石野花穂です。今回は名前がうまく書けない人の原因トップ5ということでお話をしていきます。書道をされてる皆さんだとか、あと教室に通ってる皆さんは普段半紙に練習されることが多いと思うんですが、その半紙練習の後って必ず名前を入れますよね。落款といって書道では作品を書いた後に自分の署名とそして印を押すことがあります。その署名の部分でいつも失敗してしまったりだとか、名前が上手に書けないんだよなって悩んでる方いらっしゃいませんか？今日は名前が上手に書けない原因とその解決方法についてお話をしていきますので、いつも名前で苦戦している方はぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきます。名前がうまく書けない原因1つ目は、名前のところだけ筆を変えて書いてしまっているんですね。で、教室に通っている皆さん、こういった感じで半紙に5文字の課題だったり6文字の課題に取り組まれていることと思うんですが、そういった場合ってこの辺り空いた部分に署名をちょこちょこっと入れたりとか、6文字書いてる方だったらこの辺りに署名をちょこちょこって入れることが多いんじゃないでしょうか。で、そういった時にやっぱり空いてる隙間に書いたりとかするので、すごい文字ちっちゃくないといけなかったりとかしますよね。で、その時に同じ筆で入れるとなるとちょっと書きづらいなとか、なんか不安定で心もとないなみたいな感じがしちゃって、小筆に頼ってしまってる方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、別にそれがダメとは言わないんですけれども、書では落款までが作品だというふうに認識されています。ですから本文を書いた流れでそのまま落款、署名を入れることによって全体としての調和が取れたり、作品自体もまとまりやすくなったりするんです。なのでそこで小筆に変えてしまうとどうなるかっていうと、小筆と大筆だと出る線が全然違いますよね。なので異質なものになってしまって何か調和が取れなかったりとか、あとは小筆だと太い細いの変化がちょっと貧しくなってしまって、落款としては物足りなさがあるというか、そんな感じに思えるんですよ。だからもし小筆で名前を書いている方がいらっしゃったら、今日から大筆を使って大筆の穂先を使ってなるべく入れるようにしてみてほしいんですよね。そうすることで作品全体としての調和も取れますし、落款としての完成度も必ず上がってきますから、最初は難しいと思います。穂先を使って書くっていうのはすごく難しく感じると思うんですけど、練習すればどなたでも必ずうまく書けるようになりますから、なるべく頑張って大筆で入れるようにしましょう。かといって筆が大きすぎたりだとか、穂先が割れてしまっている筆でそのまま署名を入れるのって結構厳しいですよね。そもそもその署名が潰れてしまって誰の作品なのか全くわからなくなってしまうとか、署名が読めないってなると落款を入れる意味自体がなくなってしまいますから、そういった場合にのみ筆を変えてもいいっていう風に覚えておくといいかもしれません。ただその場合でも筆を変えたっていうのが明らかに分かってしまうとすごくもったいないので、筆を変えたのがわからないようにしっかりと本文と調和が取れるように墨加減を調節したりだとか、太い細いの変化をつけてみたりだとか、そういった工夫は必要になってくるかなと思うんですね。あくまでも本文との調和を優先してください。名前がうまく書けない原因2つ目は、全体を見渡して書いていないですね。で、名前を書くときってついつい名前に集中しちゃって全体を見渡すのを忘れてしまう、そういったことがよくあるんですよ。私も結構昔あったんですけど、名前を書くときになるとつい緊張してしまって固まっちゃうんですよね。で、うまく書かなきゃと思ってるともう周りが見えなくなってしまうんです。そして結果的に名前書く場所が変だったりとか曲がってしまったりとか、そういったことで結構昔は悩んでたんですよ。なのでとっても基本的なことなんですけど、このお話ちょっとさせていただきたいなと思って、名前書く場所確認しましょう。5文字書いた時6文字書いた時で名前の入れる場所は変わってきますから、まず5文字の作品を書いた時の名前の正しい入れ方ですね、そちらを解説したいと思います。こういった感じで本文があったら通常空いたところに入れるのが普通なので、一番余白が多いのはここですね。ここに一番余白があります。なので名前はここに入れるのが望ましいです。で、そういった時にどこら辺に入れるんだろう、左に寄せるのかな、真ん中に書くのかな、右寄せるかなって皆さん想像してみてください。普通どこに入れるでしょうか。通常はですよ、2行目のセンターに合わせて入れるのが一般的です。そして
印を押す場合ですと、ここに名前を入れて隣に印を押したりとか、名前が2文字だったらギリ印も下に押せるかもしれないけど、そうすると赤の印象って強いので目線が下がっちゃうんですよね。なので下に重い印象になってしまうので、印も押すっていう場合は名前を若干右に寄せて左に印を押すっていうのが多いかもしれないです。印を押すにしても押さないにしても、だいたいど真ん中ぐらいをめがけて入れたいんですよね。あとは落款の位置が下すぎるとちょっと見栄えが悪くなってしまうので、しっかりこの名前の下に余白を持たせてあげるっていうのも意外と大事なことで、忘れがちなんですけど、しっかり意識してほしいところですね。で、原則としてこの1行目の一番下の字よりも下がっちゃいけないっていうのを覚えておいてください。で、印を押すとなると、もしこの下に印を押すってなると、さらに下に下がって見えますから、特に印を押す場合には名前をちょっと上の方に書く。かといって上に詰めすぎたらまたそれも良くないんですけど、慣れですね。全体としてまとまるような落款の入れる位置をぜひ練習して探ってみてください。あとは6文字書いた時のパターンですね。文字がここまでありますってなった場合は署名をここに入れることはできないので、さっき言ってたのとは入れ方が違って、6文字の場合はここです。空いたところに入れるようにしましょう。今回の場合だと酒のちょうど三髄のこことここが空いてますから、ちょうど入れる場所があってラッキーっていう感じですね。こういった場合はここに入れればいいんですけれども、画数が多い字が続いた時、ここら辺の画数がすごく多くって名前書く場所すらなくなってしまうという時もあるじゃないですか。そういった時にはもう最初からそれが分かっているのであれば、1、2行目をあえて右にちょっとずらして書いてあげる。そして落款の入れる場所を意図的に開けてあげるっていうこともすることがあるんです。ただこれも右に寄せすぎたらそれはそれですごく変な作品になってしまう時もあるので、そこも難しい加減なんですよね。ほんのちょっと右に寄せて名前書く場所を作るっていう感じにしてください。で、どうしても後から中心に書いて名前入れる場所がどうしてもない、こういった場合どうすればいいかっていうと、印だけで済ませても大丈夫です。印だけで済ませる時にもこの辺りに押したりこの辺りに押したりとかして、なるべく下げすぎないっていうことが大事になります。5文字の時も言いましたけど、落款が下がった印象になると作品自体の見栄えが悪くなってしまうので、こうやって6文字書いた時にもだいたい署名は真ん中ぐらいに入れるようにして、もし印だけで済ませる場合にも印をこんな下の方に押しちゃいけないんですよね。この辺りとかこの辺りとかにして、なるべく下がりすぎないようにしてください。重心が下がるってほんとあんま良くないんですよね。なので名前入れる時、印を押す時には紙全体の真ん中くらいに入れるっていうのを覚えておくといいと思います。名前がうまく書けない原因3つ目は、太い細いがないことですね。で、これはどうして太い細いをつけた方がいいかっていうことなんですけれども、例えば実際に作品を書いた時っていうのは、例えば楷書作品の場合でも細い線があったり太い場所があったりするから、やっぱ字が立体的に見えたりとか奥行きある作品になって良さが出てくるわけじゃないですか。名前もそれと全く同じなので、名前までが作品ですから、同じように太いところだとか細いところだとか意識していただきたいんですよね。で、名前ってちっちゃいので、そういったところ細かい部分がどうしてもおろそかになってしまいがちな部分でもあるんですよ。でもそこはしっかりと意識をして、太い細いをつけるぞって思ったりとか、大小をつけるぞって思ったり、本文と同じような意識で作品として取り組んでほしいなというふうに思います。名前がうまく書けない原因4つ目は、本文の書体と名前の書体を合わせすぎてしまっているっていうところですね。で、これは本当によく聞かれる質問で、生徒さんでも例えばこうやって楷書の作品を書きました、これって名前はやっぱり楷書で入れた方がいいんですよね、みたいな感じで聞かれることがあります。例えば隷書の時でもそうですよ。隷書体で作品書いた時ってやっぱり隷書で入れるのが普通なんですよね、みたいな。本文と名前の書体を合わせるのが当たり前だと思っているみたいな。それはもう完全な思い込みでしかないですから、そこは全然同じ書体に合わせなくてもいいですよ。まず大切なのは、作品本文よりも名前の書体を崩しているかどうか、そこが大切なポイントになってくるので、皆さんもぜひ意識してみてほしいんですけど、楷書の時には行書で入れる、行書の時には行書か草書で入れる、草書の時には草書で入れる、隷書の時には行書か、行草ぐらいで入れる。篆書体の時にも行書か
行走ぐらいで入れるみたいな、そんな感じで思っておくといいと思います。で、作品本文よりも署名を若干崩すことによって作品全体の調和も取れますし、最後ちょっとサラサラっと流麗な感じで書くことによってなんか書き慣れてるサインっぽい感じで作品全体の趣も高めることができますし、いいことずくめなんですよね。西洋の絵とかでもそうじゃないですか。なんか素敵な絵があってサインがサラサラっと書かれてあった方がなんかすごい価値が高まるような感じするじゃないですか。例えば絵はすごく立派なのに名前がなんかめちゃくちゃ一生懸命書いてるのは楷書体で書かれたりとかすると大丈夫かなって思いますよね。それと一緒で著作品も本文よりも名前をちょっと崩すことによってなんか作品全体の価値が高くなったような気がしたりとか、作品全体の趣が上がりますので、ぜひ皆さんもそのようにしてみてはいかがでしょうか。ただ最後に補足としてお伝えしておきたいのは、楷書体の時に楷書で名前を入れるっていうのもダメではないです。例えば楷書のかっちりとした作品にかっちりとした楷書体の署名をすることによってより風格を高めたりとか、そういった風にいい風に効果をもたらすことができれば全然やって OK なので、ただ上級者向けかなとは思います。なので皆さん基本的には本文よりも署名を崩すっていうのを、大原則として押さえておいていただけるといいかなというふうに思います。名前がうまく書けない原因5つ目はまっすぐ書こうとしすぎですね。でこれどういうことかっていうと、例えばですよ、行書体で名前を書くときに普通に自分の名前を練習してると、今までの癖というか、今まで例えばボールペンだとか普段筆記具で書いているような名前のイメージが強く残っていて、なかなかその書体に合わせた字形にならないっていうことがあるんですよ。普段書いている自分の字に引っ張られてるっていうか、そんな感じですよね。書道の名前の時にはちょっと意識を変えてほしくって、名前をまっすぐ書きすぎないでほしいんです。普通上手に書くって言ったら、例えばボールペンなんかだと中心揃えて書くのが当たり前だし、なるべく左右対称になるようにしてバランスを取るとか、そういったことに意識を向けるじゃないですか。でも書では例えば楷書だったら確かに中心通すの大事だったりとか左右対称にすることがいいと思うんですけど、ものによってはですよ、いいと思うんですけど、行書の時にはほとんどの字が重心が右にずれますし、他にも左払いと右払いはほとんどの場合が角度が違いますし、左右対称になってるってことなんてめったにないんですよ。あとは縦線の場合でも、例えば月なんかがいい例だと思うんですけど、楷書の月ってここの点節からの羽の部分、この縦線って超まっすぐ書くじゃないですか、楷書の時には。でも行書の時ってまっすぐ書きません。これっていうのは私がそういう癖があるわけではなくって、例えば中国の古典とか見ていただくとすごいよくわかるし、辞典とか引いていただくとよくわかると思うんですけど、楷書はほとんどの字を調べてもまっすぐ、縦線まっすぐなのに対して、行書体って前かがみになってるんです。前傾姿勢とも言うんですけど、少し右下に線を下ろしてくるっていうんですかね、こういうなんか斜めってる感があるんですよ。だから署名の時によし行書で入れよう、まっすぐ書くぞって思いすぎてるとどうなるかっていうと、楷書と同じようなバランスになってしまって、月の字が何か傾いたような印象になったりとかしやすくなるんです。これが前傾姿勢の月です。バランスのいい書き方なんですけど、ついつい普段の字イメージしてる月っていう形に引っ張られちゃうと、縦線がまっすぐ垂直に折りすぎてしまって次の字に続けづらくなったりだとか、作品全体としての調和を崩してしまうことにつながるんですよ。これ超難しい話ですよね。実際に入れてみないとよくわからない、イメージわからないかもしれないんですけど、行書で名前入れるのが一般的なので、行書の時に気をつけたいのは縦線を垂直に書きすぎないっていうことですね。であとは他の字でも言えると思うんですけど、例えばちょうど昨日のレッスンでちょうど生徒さんが悩んでたんですけど、
私の生徒さんで積水さんっていう方がいるんですよね。夕日の夕に緑って書いて積水って読むんですよ。でこの名前がどうしてもうまく書けませんみたいな、ずっと名前苦手なんですよって言ってたんです。こんな書き方をしてたっていうことなんですけど、これでも十分綺麗だとは思うんですけど、もっとこうできるよねっていうことでアドバイスさせていただいたのが、夕日の夕のここの左払いの部分をちょっと立ててみたらどうですかだとか、この水の部分もここ中心で跳ねないでちょっと右に倒していって、右下に筆を運んでいってこう持ってくるようにしたらどうですかっていうふうにお伝えしたんですよ。これ何が違うかって分かりますか皆さん。例えばさっき縦線をまっすぐ描かないでちょっと前傾姿勢に傾けるっていうのと全く話は同じで、例えばこういったところとかもなんか中心を揃えてブレないように描いた方がまとまりそうって思うんですけど、実はそうではなくってちょっと右下に運んでいって左右対称じゃなくした方が実はまとまってきたりだとか、あとは夕日の夕も楷書だったらこの角度で払ってもいいんですけど、行書の時にはやや下に向かってやってあげた方がいいと思うんです。でこの方にアドバイスした内容は、線が左に流れやすいのでなるべく下に下ろすようにしてくださいっていうアドバイスをしたんですよ。そうしたら作品全体もまとまったし、それに調和した落款になったんですね。なので名前に縦線が入っている方、例えば月みたいに完全な垂直の、楷書で書いた時に完全な垂直の線が入っている。例えばこういった場合には少し前傾姿勢、こういった傾きをつけるっていうのがまず一つですよね。それから左払いが多い人、左払いが多い人はこの左払いの角度をちょっと立ててみてください。これ水っていう字でも言えると思うんですけど、左払いの角度をちょっと下に下げるように意識する。そうするだけで落款がちょっと上手になったような気がすると思うんですね。なのでぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今回は大事なお話をさせていただきましたね。名前が上手に書けない原因とその解決方法についてお話ししたんですが、これは名前が上手に書けないんですって悩んでる方がすっごく多いっていうのもあるんですけれども、それ以上にやっぱり私が皆さんにお伝えしたかったのは、名前までが作品の一部ですよっていうことなんですよ。でこれっていうのは例えば作品作り以外でも重要で、例えば教書団体で毎月作品出品してる方、段級取得してる方いらっしゃいますよね。そういった方でも特に名前は一生懸命というかちゃんと上手に書いた方がいいと思います。なんでかっていうと、もうこれ本当に秘密にしておきたいぐらいの話なんですけど、審査員の方って名前で本当にその人の実力があるかどうかっていうのを判断される場合が多いんですよ。例えばですよ、楷書作品、すんごく上手な楷書作品がありました。でも袖に書いてある署名がめちゃめちゃ適当な感じに見えたら、あれこの人って今だけ頑張ってるだけで本当は実力ないんじゃないかなとか、本当は書道経験めっちゃ浅いんじゃないかなとか、そういった風になるんですよ。なので名前を一生懸命書く、とっても上手に書くことによってこの人は本当に実力がある人なんだって思わせることができますから、ぜひ教師やってる方、展覧会に挑戦されてる方などは特に名前までが作品なんだという意識を持って取り組むようにしましょう。今日のお話は以上になります。最後にお知らせです。私が運営するオンラインスクールでは漢字や仮名の基本点書はもちろん、楷書、行書、草書、隷書、篆書、調和体など様々な書体の解説付きお手本動画を毎月配信しています。わからないところがあったら動画で添削も受けられます。そして月2回びっちり1時間ライブ講義を受けることもできますので、未経験者はもちろん、これから書のプロを目指したいと考えてらっしゃる方も、全ての方に本格的にオンライン上で学べる環境を私たちは整えました。興味のある方はコメント欄と概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから覗いてみてください。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。